おはようございます。画家のギソです。今日はですね、鉛筆デッサンをちょっとお見せしようかなと思います。ちょっと久しぶりですよね。鉛筆デッサンを少し見ていただこうと思います。ちょっとラフに書いてますけど、書き込むところはしっかり書き込んだデッサンとなっております。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これはウォーターフォードという、水彩紙ですね、の細めという紙に、鉛筆でデッサンをしていってみました。書けました。コットマンの方が僕はちょっと書きやすかったかなと思います。結構細かい目の紙で、画用紙とかよりは僕は全然書きやすいかなと思います。で、軽めに 2B ぐらいのもので、写真から描いておりますけども、2B ぐらいの鉛筆で、まず形をとっていってます。鉛筆の腹を使ってですね、で、練り消しで無駄な線とかを消しながら、腹使って書くと、紙の目の中に入っていかないから、いいんですね。それでこれね、何かって言ってね、これちょっと、鉄の何かがあればいいんですけど、ふと思ったら、あれがいいかもしれません。千枚通しってありますよね、千枚通し。あれでもいけるかなと、あれが一番ホームセンターに行って、ニードルとかでもいいんですけど、ちょっと先が尖りすぎててはいけないので、千枚通しとか、もうそれでもちょっと先っぽが尖りすぎてんなと思ったら、砥石かなんかで丸めるなり、砥石ってわかります？そんなんでちょっとへっこましておきました。このモデルさんが金髪みたいな感じで、なかなかおしゃれな白ではないけどね、素敵な髪型だったんで、ちょっとそれを表すために、ちょっとまずね、書き出す前に紙をへっこませておきました。こういったこともしております。斜めからのアングルと、上からのアングルで、結構顔の部分のアップをお見せしていってます。そして、まだ 2B または 4B ぐらいかなの鉛筆とか、主に僕は 2B、4B、あんまり濃すぎない 8B とかは今回使ってないかな。たまに使いますけど、あとはステッドラーの、これは青い鉛筆ですけど、黒いステッドラーのもっと濃いやつの鉛筆みたいなのとかも使ったりもしますよ。あとは F とか、ちょっと硬い面だとF、HB、2H、3H ぐらいまではちょろっと使ったかなと思います。もう一度大体鉛筆の種類を言うとくと、4B、2B が中心で、F と、2H、H はあったかなと、3Hぐらいはちょっと使ったぐらいかなと思います。で、これをまずちょっと筆圧を弱めながら書いていってますけども、鉛筆の腹とかを使ったり、ちょっと大事なところは鉛筆を立てて書いたりとか、初めの段階は僕はこういう風に書いていきます。こう書きなさいという方法っていうのはね、僕はあんまり作らない方がいいというタイプで、もちろんお受験とかだったら、この大学やったらこういうタイプの絵があるとか、何かやったらこういうのがあるとかっていうのがあったりしますけどもね、今回僕は自分で日頃描いている作品とかのプランニングを立てるときにデッサンとか撮って、それを転写したりすることがあるんですね。でそういうプランニングのお仕事みたいな感じですけども、それでもそこそこ書き込んだりしますので、こういうふうに書いていこうかなと油絵に起こすときに考える、ためにこういったこともしておきます。で鉛筆の腹を使いながら少し、タッチは少しずついろんな方向で、なるべくここの時ムラのないような感じで、筆圧みたいなの鉛筆の腹を使いながら柔らかめに、なんで柔らかめに書くかというと、消しやすいんですね。立てて書くと紙のボコボコした凹凸の中に入っていってしまいますので、紙とかは受験とかされる方やったら、その受験の学校とかに、これティッシュでこすったんですけど、ちょっとね、前にティッシュが汚れていて、ちょっと汚くなってしまいましたけど、ちょっとティッシュでこうやって、土台を作りました。うわっと思いました。つけた瞬間、うわっと声が入ってるかもしれません。そして一回土台を作った後に、また稜線と反射光みたいなものをある程度鉛筆の腹を使いながら書いていっております。ね、鉛筆デッサンって難しいですね。これね、擦筆って言います。擦筆。こする筆で書いて擦筆。これもネットとかでも買えますよ。ティッシュでこするより細かい部分とかをこするための道具という感じですね。これも何種類か持っておいた方がいいかなというふうに思います。そんな高いものではないので、ジャングルさんとかでも売ってたりしますので、
ね、ちょっと地方で書けないとか、勉強なかなかこう、学校に先生がいないとかも言い訳をできない時代にね、していこうと思います。私の方でいろいろ教えていきますので、皆さんお付き合いいただければと思います。地方の方で書いていらっしゃる方とかね、別にこう若い人じゃなくてもね、ちょっと絵を始めてみたいと思う方、一番初め、デッサンから始められて十分だと思いますよ。いきなりもう画材とかいろいろ意識揃えて、さあやるぞと言うて、なかなかやる気が起こらんっていう、僕もそういうタイプなんですけど、ね、そうじゃなくて一番こう初歩的な、じゃあ画材屋さんに行かずとも、最低鉛筆を 2B とHB とH ぐらいでもいいから3本ぐらい用意してもある程度描けると思います。鉛筆の初歩的な話すると B というのはブラックの略ですね。ブラック。ね、H というのはハードの略です。だから、2ハードとかね、3ハードとか、2ブラックとかそういうことですよね。で、F っていうのが、HB と H の間やったかな。ごめんなさい。今ちょっと正確にお伝えできませんが、ネットで調べてください。勝手に。フォームって意味だったと思います。しっかりしたという意味だったと思います。確かね。ごめんなさい。間違えたらね。確かそんな意味で HB と確か H の間だったと思います。 HB と B の間かな、どっちやろうな、ごめんなさい、適当なこと言ってます。そのあたりということなんですね。でちょっと固めなんですよね。でこれ面白い話で、私たちもねおじさんですけども、今もう47にもなろうとしてるんですけども、私たちが今でいう共通テストでしたっけ、なんか変な名前変わりましたよね。あれ現場にいる人間ね、現場にいたことあるらしいんですよ、おじさんね。で試験官とも今だから言いますけどもね、もうやめたから言えるんですけど、おじさんあそこで試験監督的なことをやったことあるらしいですよ。おじさんですよ。誰がおじさんか分かりませんけど、結構タフなんですよね、あれね。2日間ねっておじさんが言ってました。僕の知り合いのおじさん、関西のおじさんなんですけどね。で私は受験した時っていうのは、マークシートですけど、確か HB または F を持ってきなさいって書いてあったんですよ、昔って。要は硬い鉛筆ね、筆圧強めなんですよ。で今は 2B って出しが書いてあるんですよね、センター試験。今共通なんとかテストって変わったんですけど、どこが変わったんっていうツッコミを入れてましたけど、本当は記述式の試験とかを入れたかったそうですけどね、採点が難しいからっていうので結局なくなったみたいなねことがあって、そう振り回された受験生かわいそうにと思いながら、あれ意外と現場も混乱していました。誰も今だに多分共通なんちゃら試験って言ってる人いなかったと思いますよ。で現場にあそこちょこんと座ってたんですけど、ひたすら座ってるだけというね、苦痛ですよ。うとうともできないというね。だからとにかくずっと監視しとけみたいなのがあって、結構タフなんですよね。それでもなんかこう試験会場でね、たまに不正でなんかどこかの、浪人生か高校生かがなんかどこかに頼んでなんか替え玉的ななんかね、インターネットで答えを教えてもらおうとしたとか、あんなん現場で見てた僕の知り合いのおじさんの人は、あんなこと絶対できへんでっていうって突っ込んでましたよ。何の話やって話です。で、ちょっとずつ鉛筆を立て出してます。で、やっぱり芯を尖らせる。これね、もう、やっぱ芯尖らんで書いていくっていう人いるんで、なんかこう、やっぱりしっかりいつも尖らせるように緊張感を。そしてなんかここの手のところようこするんですよ。ようこう失敗してる人を見ると、そりゃ失敗しますわという動画も上げているんですけども、ここでこすって書いてる人多い。ね、だから何か引いてあげてください。紙とかでもいいですけど、僕はなんか紙を引くとしたら写真紙みたいな、なんか光沢紙みたいなやつが、ティッシュだとね、同じようにティッシュでこすっていってしまうことになりますから、私なんか写真紙を使ったりとか、こうやってもう棒を浮かせてちょっと描いたりとか、そして達筆で汚すように描いていって、ね、汚しながら描きながら、でそれで複雑にしていくわけですね。タッチも単純に、するんじゃなくて、いろんな方向で、そしてまたこすったり、また鉛筆を立てて書いたりとかして、複雑にしていくということをぜひぜひされてみてください。そうですよね。そう考えたら現場、そこのそのおじさん16年ぐらい先生して、13年ぐらいそこの現場いたそうですよ。ねえ、ある時はなんか京都大学というところで、前回っていうか2、3年前はね、どっかの女子大生かなんかがなんかやらかしたってなかなかやなと思いましたけどね。そこまでしてやっぱり大学ね行きたいんやなっていうね。行けない人も今こうやって僕がなるべく頑張ってね、僕は大学の先生してたことあるらしいのでね、なるべくこう近いことを教えていけたらなと思いますので、技術的なこともお話もそうですけどね。
だから本当に2日間は1年間で一番しんどいと僕の知り合いの関西出身のおっさんは言うてました。それでこれほら絵の黒いやつ、これもちょこっと使います。ちょこっと僕鉛筆デッサン道具よく買うけどよくなくすんですよね。またどっか行ってしもたな思って、でこれなんか 2B やけども多分普通の鉛筆よりももっと濃い、多分濃縮された黒なんかな。でそういうのでぐーっと黒を強く置いていったりとかしていっております。鉛筆でこすったり、最後は結構立てて書いてます。本物をなんとかね見せれる機会があればいいと思うんですけど、最後は結構立てて書いていってますけど、前半はこうやってこすって書いてます。そういえば初めの時になんか鉄みたいなんでへこませてましたねみたいなところっていうのは後の方で少し効果が出てくるかなと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。私の知り合いの関西のおっさんの話もちょっとしてしまいますけども、その関西のおっさんは東京芸大というところに入ったんですけど、当時噂で東京芸大っていうのはセンター試験は見ていないと、油絵かなんかその採点の対象に入れてないという噂があったんですね。でその関西のおっさんは武蔵野美術大学という、ほらだいぶ立てて細かい微妙な調子書き出したでしょ。でその関西のおっさんは武蔵野美術大学というところに行って、仮面浪人も20年以上前の話ですよ。1997年とかぐらいの話で、6年かな。じゃあセンター試験東京芸大という大学は見てないらしいぜっていうことで、何やったかな、英語か国語がどっちかが必修で、あと1教科だったんですね。今もそうか2教科か分かりませんけど、でなんかその国語と英語という科目が2日に分かれてて、2日受けようかな思ったんですけど、2教科で1個だけ必修やったら別にそのどっちか受けんでもええわと思って、その試験の当日になって、すいません試験監督がすいません明日ちょっと用事できたんで今日のうちにもう1教科受けていいですかって、本当昔そんなんできたんですよ。ゆるい時代ですよね。って言われましたけどね。でなんか1時間目の物理か理科か生物かは覚えてませんけど、適当に、やって受かったという、その年に一応東京芸大に入ったというおじさんがいるんですけどね。昔はいい時代ですね。ゆるくてね、当日にも初めて、やる試験科目を受けて、鉛筆コロコロコロと転がして、次1次5とかいうぐらいの気持ちでやってました。ひどいもんですよね。シャーペン1本持ってったら怒られたんですよね。鉛筆じゃないとダメだって、そうっすかって当時は貸してくれましたもんね。胸ポケットにシャーペンと消しゴムかなんか入れて、シャーペンやから消しゴムが後ろにくっついてたからこれでいけるわと思ってね、お尻ポケットにはヤングマガジンという、当時はアキラという漫画が連載してたんですけど、それとシャーペンと受験票だけで行ったというおじさんがいたそうですよ。で本当に早く試験終わったから、試験開始30分か1時間かなんか経ったらもう帰ってもいいみたいななんかあって、すいません終わったんで帰っていいですかって僕帰ったって、僕じゃないですね、僕知り合いの関西のおっさんは帰ったというのがね、この話も何度かしてます。こんな話をしながら鉛筆立てて書いていっております。昔はね、ゆるい時代っていうのはこういうことですね。でその年は受かったんですけど、もうちょっと時間あるな、もうちょっと話しようかな。噂話の話ですよ。これ全部噂の話なんですけど、その年の3年後ぐらいの試験の時に、東京芸大が、55人、僕っていうか関西のおっさんの時は60人合格やったんですけど、ちょっと少子化が始まったのが確か55人合格に定員が少なくなったと。でその年に55位、56位、57位っていうのが最終の試験まで、要はその55番目っていうのの最後の3人っていうのがもう同点やったと。デッサン1次試験とかなんか油絵とか2次試験とかですね。ちょっとこれ分かります。鉛筆の腹で書いたらこの線が、白い線がうっすら見えてきたの分かりますかね。こういう感じで初めにへこましといたのがようやく効力を発揮したと。でその年というの、これもう噂の話ですよ。もう僕じゃなくて僕の東京芸大噂伝説の話ですけど、そしたらもう55位、56位、57位と。でその時初めてセンター試験をしゃあないもうセンター試験見るかって言って、もう言うてあかんこと言いましたね。噂ですよ。もうこれは都市伝説。どこの芸大か言ってない。大阪芸大かもしれないしね。名古屋芸大とかもありそうなんで、そこも芸大かもしれないですしね。よう知りませんよ。適当なこと言うてますよ。噂とかね。適当な僕の造作の話ですけど、その時初めて見てみたそうなんですよ。
そうしたらその55位、56位、57位、ほとんどセンター試験ひどくって、みんな同じようなもんやったから、全員合格にしたという、57人まで合格にしたという、こう立てて書いたり寝かせて書いたりね、鉛筆よう見といてくださいね。おっさんの適当な話は。その年はだからプラス3人で合格というめちゃくちゃ珍しい年やったというのを、都市伝説で上野の宮さんで噂話を聞いたような聞いてないような、もう僕のじゃない関西のおっさんの夢の中の話だと思いますよ。なんていうことを言いながら、だいぶこう密度が上がってきたの分かりますかね。鉛筆デッサンこう立てて書きましょうって言っていっぱいひたすら線を引く人いますけど、かっこいいデッサンをね目指してほしいなと思います。いろんな動画もありますからね、鉛筆デッサンの動画もありますから、なんか皆さんもせっかくやったらね、かっこいいデッサン目指そうかなみたいな気持ちでやられたらいいんじゃないかなと思います。もちろん写真を上手に写しましたみたいなのもいいけど、ちょっと私なんかこうやって鉛筆の線とかも残したりとかして、これ叩いてね、少しこう少しだけ明るくしたり、またその上描いたりとかしながら微妙な調子を作っていっております。でね、だから私たちの時は鉛筆デッサンっていうのが、一応一次試験で、ありまして、国技館というところでやった時代でございます。今はもうなんかね、芸大の中だけでやってる らしいですけどね。で消しゴムで少し消してみてとかね、ちょっとハイライト消してみてとかっていう形で、だいぶ密度が上がってきたんじゃないでしょうか。そう考えるとね、鉛筆デッサンっていうのもそれ以来こう受験終わったらパタッともうほとんどの受験生とかやらなくなって、本当にもうなんかこう受験だけで終わってしまうっていう、なんかもったいないことを1年間もこんな書いてねと思うから、なんかねデッサンなんかも やりたい人やればええと思うんやけどねなんて思いながらね、本当にこう芸は身を助けるじゃないけども、やっぱりこう書かなくなったら絵って絶対下手になるんですよね。でなんかもう本当美大とか入ると途端に絵なんか描くなみたいなことを言われることもあったりなかったりするらしいんですけど、描きたかったら描いた方がええと思いますしね、もう描きたくないというぐらい描かされるっていうこともありますから、そこのとこは微妙なんですけどね。でも僕なんかはやっぱ書いてきてよかったなと思っておりますというかね。でもそのためにはやっぱりね、受験とかされんやったらやっぱ受験で嫌いになってしまうっていうのがあるもんね。だから難しいですよね。その辺がね、嫌いにならんようなね、なんかこう出会いやらなんか自分の中でのこう革命的なね、この辺になってくるとだいぶ密度上がってきたでしょ。タッチがいろんな方向にもありながら、こすった調子、まず後半の方はほとんど鉛筆立てて書いていってますね。なっていってるのがよくわかるんじゃないでしょうか。チュと書いていっております。あとは僕はなんか鉛筆のホルダーかなんかのこうホルダー式の鉛筆とかも使ったりしますけど、消しゴムちゃうわ、鉛筆削りがどこか行ってしまったんで、今回使いませんでした。である程度細かい描写もしながら、調子も整えながら、髪の毛の隙間も描きながら、少しずつ密度を上げながら、ラフに描くとことそうやないところと書き込むところとかっていうのを振り分けながら、微妙な調子も描いて、密度を上げていったということでございます。本当になんかね、鉛筆デッサンちょっとこう分かりますかね。変な話ですけど、僕なんかは本当にこうデッサンを描いていたら、黒と白なんですけど、ちょっと色が見えてくるみたいな瞬間っていうのがあって、それはなんかこうどういう風に表現したらいいのか、何か白黒の単なる鉛から形に変わってくるみたいな瞬間みたいなとか、木炭デッサンだったら木炭っていうものからなんか形に変わってくるみたいな、物質に変わってくるみたいな瞬間を何度かこう体現したことがあって、やっぱその瞬間ってなんかっていう感じがあるんですよ。油絵とかもそうなんですけどね。そういうところまでデッサンっていうのはどこまでやっていいんですかってよく聞かれました。なんか先生業と呼ばれる仕事をしていた時があって、やっぱね、どこまで書いていいんですか、一回どこまででも書いてみってよく言うたんですけどね、自分ができへんっていうところまでやってみたらなんかちょっと上がるでってよく言ってましたけど、ちょっとこうタイムラプスで密度を上げていって全体のバランスも見ながら書いていっているところを見せて、最後の最後の書き込みへ行きました。ちょっとこの辺りからなんとなくこう鉛筆という鉛がなんか色に変わってきたぞみたいな感じが見受けられるんじゃないでしょうか。また近々とかいつか電車クロッキーっていうのをずっとやってて、なんか YouTube 私の中で個展をやって
ったありがとうございましたというので会場風景をわーっと流したんですけど、その中で視聴が一番伸びてるのが一番そこのとこだけ見られてるのが電車クロッキーのとこなんですよ。今はできないかもしれないですよね。こっそり人を書いてたりすると今捕まるかもしれません。20年ぐらい前の話なんであれはね、ゆるい時代いいですね。ゆるい時代の話なんですけど、それもなんかちょっとまた機会あればお見せしたいと思うんですけど、コメントで見たいですとかそういうの作ってくれとか言われたらおじさんやる気に出ますよ。基本的にはね、ぼーっとしている人間なんで、自分の仕事絵描きの仕事をしてますんで、こんなん作ってくれとかこんなん教えてくれとかっていうなんかよかったらリクエストがあればぜひぜひお待ちしております。なんかこのお話またしてほしいとか、なんかこんな時のどういう悩みがあったんすかとかね、こういうのどうなんすかとかっていうなんか相談やらなんやらがあったらぜひぜひコメントいただければと思います。若干そのコメントもねそういうので反応して僕は作るタイプの人間なので、やっぱモチベーション上がりますよね。よしよし、やってみようとかね、思ったりします。よかったらね、リクエスト等あれば、遠慮なくコメントいただければと思います。アウトプットってめっちゃ大事ですよ。アウトプットってすごい大事ですね。隠れファンですっていう人が何人か最近コメントくれて、隠れんでもいいのにね、おじさんのファンやっていうのが恥ずかしいんですかね。もう世の中で言うのが恥ずかしいのかもしれませんが、よかったらコメントいただければと思います。という感じでどうですか？密度が上がってきたんじゃないでしょうか。こんな感じで、完成というかもうこれぐらいでええかなと、油絵に起こしていくときにこういう気をつけようとかこういうふうに描いていこうとかっていうイメージを僕の中では脳みそでつけていって、もうこの辺になるとなんかこのぐらいの色の方がどっちかというと本物の作品に近いかもしれませんよ。ちょっとね、黒白やけどなんとなく色が見えてきたりしませんかね。という感じで、描いていきました。以上となります。ご視聴ありがとうございました。編み終わりましたか？どうだったでしょうか？こちらのデッサンですね。そんなに時間はかかってません。1時間半ほどですけども、こうやって書くところとそうでないところをつけてかっこよくデッサンを描いてみてはどうでしょうか？鉛筆デッサンも作品になります。また。ね。